キアヌ・リーブスといえば、世界中で人気のあるハリウッド俳優です。しかし、彼の本性は幼児の生き血を飲むような悪人に過ぎません。この動画を見ると、キアヌ・リーブスの正体と成功の秘密を知ることができます。はい、皆さんこんにちは。ナビゲーターのアウェイクです。今回もラプト理論プラスアルファの記事をもとにキアヌ・リーブスについて解説します。ネットで彼のことを調べると不自然なほどいい人エピソードしか出てきません。例えば地下鉄で女性に席を譲ったり、小児病院に寄付をしたり、映画のギャラ56億円をスタッフに還元したりと、数えればキリがないほどです。ですからキアヌは世界中の人たちから今まで聖人のように崇められてきました。しかしキアヌ自身も証明していますが、彼は紛れもなく悪魔崇拝者イルミナティなのです。このようなポーズは悪魔を表す彼ら特有のサインになります。そしてイルミナティは成功するために自分の大事な人を悪魔に捧げるのですが、キアヌも例外ではありません。例えばキアヌがブレイクするきっかけとなったのは94年に公開されたスピードです。この映画が公開される前年にキアヌの親友であるリバー・フェニックスが23歳という若さで死んでいます。一説ではキアヌとリバーはゲイ仲間だったとも言われていますので、彼らが親密な関係だったのは明らかです。ですのでキアヌは成功するためにリバーを悪魔に捧げた可能性が高いと言えます。さらにキアヌがハリウッド俳優としての地盤を固めたのはマトリックスです。この映画は1999年に公開されたのですが、この年にキアヌの子供が流産していますし、翌年には妻も不自然な交通事故で死にました。このようにキアヌがブレイクするたびに彼にとって大事な人たちが亡くなっているのです。これは明らかに悪魔との契約であり、マトリックスの公開年である1999年もそれを象徴していました。999を逆さにすると666になります。これは悪魔の数字を表す弥勒になります。キアヌはマトリックス以降もコンスタンティンやジョン・ウィックなどヒット作を飛ばし続けたことで、日本円で440億円もの資産を手に入れることになりました。ではなぜキアヌ・リーブスはここまでの成功を収めることができたのでしょうか。持って生まれた美貌や才能もあると思いますが、それ以上にキアヌの血筋が関係していました。海外では有名な話ですが、キアヌ・リーブスは西暦800年頃に存在したカール大帝とそっくりだと言われています。歴史の授業ではカール大帝がキリスト教を西ヨーロッパ全土に広げたというふうに学びますが、実際は悪魔教に染まったキリスト教を広げただけに過ぎません。つまりカール大帝はイルミナティであり、キリスト教を破壊した功績者の一人なのです。実際当時のローマ教皇からも定冠を授けられていますので、重要な人物だったのでしょう。話は戻りますが、キアヌとカール大帝の共通点は顔だけではありません。キアヌの身長は186センチで、カール大帝の身長も184センチだと言われていたので、体格も似ていますし、2人とも運動神経に恵まれていました。さらにカール大帝は文字の読み書きができなかったと言われていますが、キアヌも学生時代に失読症を患っていたので、勉強についていくのが大変だったようです。あとキアヌはセレブなのに服装が質素だとよく言われますが、カール大帝も軽装だったと言われているんですね。このように彼らにはいくつもの共通点があることから、キアヌがカール大帝の子孫である可能性は高いと言えます。実際キアヌは子孫だったからこそ、イルミナティが力を入れている映画業界でナンバーワンの稼ぎ頭になれたのでしょう。キアヌはマトリックス・リローデッドで日本円に換算すると約130億円ものギャラを稼ぎました。これはハリウッド俳優に支払われた史上最高額だと言われています。ちなみにキアヌと似ている歴史上の人物は他にもいます。彼らに関しては詳細は不明ですが、同じ血筋なのでこれほどまでに似ているのでしょう。この事実をキアヌは
笑いながらごまかしていますが、騙されてはいけません。なぜなら彼は一流の役者だからです。イルミナティには偽善者が多いのですが、キアヌ・リーブスはその中でも最たる人物です。彼はプライベートでも偽善者を演じていますし、ファンサービスも旺盛なので、世界中の人たちが彼に騙されています。さすがハリウッド俳優の演技力は超一流ですね。しかし彼のファンサービスがあだとなってしまった出来事があります。それが香川県の手島で撮影されたこの写真です。手島は瀬戸内海に浮かぶ孤島で、第2のエプスタイン島とも言われており、幼児虐待や人身売買の現場になっていると暴かれています。その事実を公表しようとして三浦春馬は暗殺されたと言われています。詳しくはプラスアルファの記事をご覧ください。イルミナティどもは幼児を虐待した後に殺害するのですが、その理由はアドレノクロムを抽出するためです。この分泌物を体内に摂取することで若さを保つことができると言われています。ご覧のようにキアヌはほとんど老けていません。これこそがアドレノクロムを摂取している何よりの証拠です。これは陰謀論ではなく、海外のテレビでは当たり前のように報道されている事実です。ちなみにとあるインタビューの中で、キアヌは手島を訪問した際に安藤忠雄の美術館に行ったことを語っていました。安藤忠雄とはイルミナティ群馬人脈の重要人物です。キアヌほどの有名人が映画のインタビューの中で知名度が低い安藤忠雄の名前を出すのは不自然としか言わざるを得ません。これも群馬人脈とつながっている何よりの証拠です。さらにキアヌはリーケと創価学会とつながっている可能性も高いです。まずキアヌの祖母は中国系と言われており、キアヌは子供の頃から中国美術や中華料理に囲まれて育っています。また映画ジョン・ウィックではリーケのブルース・リーが考案したジークンドーがふんだんに使われています。そしてキアヌとリーケをつなぐ重要な存在は俳優の田村正和です。まず田村という姓はリーケが好んで使う姓となり、実際にリーケの田村淳や田村亮が使っています。正和という名前も在日が好んで使うようなので、田村正和がリーケである可能性は高いと言えます。さらに田村正和は創価学会の部長だった人物です。この田村正和の若い頃とキアヌの顔がそっくりなのです。ご覧のように目、鼻、口、顎、輪郭、眉、すべてにおいて似ています。これだけ似ていれば何らかの血縁はあるでしょう。以上のことから手島に訪れたキアヌ・リーブスが群馬人脈、リーケ、創価学会とつながっていることは明らかなのです。いかがでしたでしょうか。キアヌ・リーブスの本性は幼児を虐待してその生き血を飲むほどの極悪人です。海外ではこの事実がじわじわと広がっているので、近い将来キアヌの本性を多くの人が知ることになるはずです。実際日本でも彼の正体を知って幻滅する人たちが増え始めています。この動画をここまでご覧になったあなたもその一人になったというわけです。今回もラプト理論プラスアルファの記事をもとに解説させていただきました。プラスアルファではイルミナティの重要人物たちの正体が次々と暴かれています。それを知るだけでも世の中の嘘にまみれた情報に触れるよりははるかに有益ですし、楽しめると思います。プラスアルファの記事は概要欄に掲載してありますので、ぜひご覧になってくださいね。今回も最後までご視聴してくださり本当にありがとうございました。ジョン・ウィックとコンスタンティンについておまけの動画を作りましたので、興味があればご視聴ください。